少しずつ朝晩が冷え込んできて、温かい料理が恋しい季節になってきた。久しぶりにハンバーグが食べたくなって、今夜はキノコのソースがたっぷり絡んだ煮込みハンバーグを作ることにした。まずは副菜の準備から。最近ハマっているレンコンの簡単副菜を作る。レンコンの副菜といえば、今まではきんぴらにすることが多かったけど、この食べ方を知ってから簡単で美味しくてこればかり作るようになってしまった。レンコンは1センチくらいの厚めに切って、油をひいたフライパンに並べてこんがりするまで焼いていく。次はハンバーグの付け合わせの準備。定番のじゃがいもと人参、インゲンを付け合わせにする。玉ねぎはソースに使う用と種に混ぜ込む用の2種類に切り分ける。こちらは種に混ぜ込む用のみじん切り。途中でレンコンの様子を確認。ひっくり返して裏面もじっくり焼く。レンコンがいい焼き色になったら、シンプルに塩だけで味付けする。レンコンのシャキシャキの食感に素材の旨味を引き立ててくれるほのかな塩味が相まって、簡単なのにとっても美味しい一品が完成。付け合わせの野菜を茹でている間にハンバーグの肉ダネを準備する。ハンバーグを作るときはいつも玉ねぎを炒めてから肉ダネに混ぜ込んでいるけど、玉ねぎを炒めずに入れたらどうなるのか気になって生のままで入れてみることにした。食べてみたらやっぱり違っていて、炒めた玉ねぎの偉大さを実感。ハンバーグには炒め玉ねぎを使うと心のメモに追加した。4等分に分けたつもりなのになぜだか大きさが違ってる。ひっくり返して両面にこんがり焼き色をつける。汁物にはお気に入りの今日のお出汁を使う。出汁の味を楽しめるお吸い物にしよう。ハンバーグを一旦引き上げたらソースを作る。玉ねぎと冷凍していた舞茸をバターで炒める。余ったきのこを冷凍しておけば使いたい時にパパッと使えてとっても便利。賞味期限がギリギリの豆腐がなんと3つも残っていたから、豆腐をたっぷり入れたお吸い物にしよう。ソースのとろみ漬けに米粉を使う。なんとなく使い始めた米粉だけど、適当にファサッと入れてもダマにならないから、とっても使いやすい。少し炒めたら水と調味料を入れて煮立たせる。ハンバーグをコトコト煮込んでソースを煮詰めていく。ソースは味見をせずに仕上げてしまって、なんだか物足りない味になってしまった。次回はコンソメを入れて旨味をプラスしてみよう。盛り付けしてたっぷりのソースをかけたらいただきましょう。いただきます。寒い季節にはやっぱり温かい煮込み料理が嬉しい。
今夜も美味しいご飯に癒されて、明日も頑張る力にする。ご視聴ありがとうございました。またね。